おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこちら。足回りのオーバーホール。足回りってオーバーホールでいいのかな、わかんないけど、とりあえず足回り組み立てていきたいと思います。劣化してる部品はすべて新品交換して、汚れてる部品はきれいに掃除して、あとここに映ってないけど、以前作業したブレーキキャリパーとかも組んで、足回りの組み立てを完成させます。それでは作業スタートです。まずはナックルの分解からやっていきます。ハブベアリングがね、若干ゴロついてるんですよね。音が入るかわからないけど。ところどころでこう、ゴリっていう感じがあるから、これ分解して、ベアリング新品に交換します。まずはプレスでハブ抜いてバラバラにしていきます。取れました。ハブが取れた中の方にスナップリングついてるんで、これ外してベアリング本体も抜いてしまいます。よいしょ、取れた。スナップリング外して、でまた裏側からベアリングが取れました。インナーレースがハブの方に残ったんで、これ削り落とします。無事ベアリングを外してバラバラにすることができました。あとはベアリング新しいの打ち替えれば終わりなんですけど、ちょっと錆がすごいので錆落としします。で、本当だったらこのバックプレート外れるはずなんですけど、錆でね固着してるみたいで全然外れないので、このままブラストかけます。ビフォーアフター笑っちゃうぐらい全然違う。めっちゃ綺麗になった。元はこれです。いいね。そしたら次、こっちも全く同じ作業をやらなきゃいけないんですけど、同じ映像が続いてしまうから、砂まみれなんで水洗いで砂流します。ナックルとバックカバー、これね両方ともアルミなんですよ。でこれ塗装するのはちょっとあれなんで、防水剤336塗っておきます。この間エンジンのアルミ部品336塗ったらなんかいい感じで染み込んでくれて、錆予防になりそうだったから。こんな感じでもうタックタクに塗って、で1日ぐらい放置しとくと成分がね揮発するのかな、それともこうアルミに染み込んでるのかちょっと分かんないんですけど、でもねツヤが引けてこうベタベタ感がなくなるんですよね。ハブは鉄なんで錆びないように耐熱スプレーこれ塗っておきます。
よいしょ。これで下準備 OK。 そしたらベアリングを打ち込んでいきましょう。ちょっと油を塗ったからさっと油だけ拭いといて、そしてベアリング、いいね、新品綺麗で。これがここに入ります。スナップリングを入れます。そしてハブを入れます。お、完成。ちゃんと入りました。以前の動画でアームのゴムブッシュ劣化してあさっての方向を向いちゃってるから、これ全部交換ですねとかって言ってたんですけど、ごめんなさい。FD のこれ純正でピロボールでした。ピロボールのブッシュです。これ表側にね、ゴムのブーツがついてるだけで、中はピロボールらしいです。部品注文かけるときにさ、名前がピロブッシュって書いてあって、と思って。取れた。ほら、ゴムのブーツがついてるだけで、中はピロボールです。ただ、錆出てますね。あんまりね、FD のこれ、耐久性が高くないらしくて、ブーツの隙間から水入ってね、錆が出ちゃうんですよ。この茶色いのはグリスね。この茶色いのじゃなくて、映るかな、ボールの根元。もう錆びてきてる。で、これもさ、指で動くぐらい柔らかくなっちゃってるんですよ。本来ピロボールってこうやって手で動かないものだから、まあ、どのみち打ち替えです。ちなみに今回これも打ち替えます。これ、純正のやつ塗装したんですよね、綺麗に。で、ここもね、ピロなんですよ。これもピロなの。もうびっくりしちゃう。ほら。動くんですけど、こうやって。で、こっちもガタ出てるから、これも打ち替え。そして今回使用していくのは、スーパーナウさんのピロボール。社外品です。こういう感じのやつ。純正のピロボールね、3万キロぐらいでガタが出るとかって、なんかあんまり耐久性高くないらしいんですよ。この純正のピロボール。だから今回は耐久性の高い社外品に交換していきます。これピロの部分はね、NMB のやつ使ってるらしいんで、耐久性すごく高いそうです。そしてなんとお値段もこっちの方が安い。まさかの社外品の方が安い。純正がね、まあ、物によって値段違うんですけど、純正がだいたいピロボール1個1万円。スーパーナウさんのは2個で1万円ぐらいかな。まあ、大きさとか場所によって値段変わるんですけど、だいたいそんな感じ。だいたいこの手の社外品ってさ、値段が高くて買えないイメージだったんですけど、今回逆。純正の方が高くて、買えなかった。社外品の方がまさかの安いというね、びっくりな逆転現象が発生してます。結構ね、加工綺麗。旋盤で加工されたような。NC 旋盤かな、何で加工してるかわかんないけど、すごく加工綺麗です。で、NMB のベアリング。ここに刻印入ってます。間違いないね。本物だね。いや、これで組んだら足回りの動きめっちゃ良くなるでしょ。で、しかも耐久性高いしね。NMB はもう有名ですからね。絶対これは間違いない。そう、他にもブレーキホースとかいろんな純正部品全部チェックしたんですけど、結構ね、社外品の方が安いの多い。ブレーキホースもそうだし、クラッチもそうだし、なかなかね、下手に純正品買えないですね。ただオイルシールとかはね、ちょっとね、やっぱ純正じゃないとっていうのもあったりするからね。とりあえず今回打ち替えるベアリング、映ってちょっと見切れちゃってるけど、ここに今出してみました。ちなみに今更なんですけど、ここゴムのブッシュだと思ってたから、マスキングもせずにブラストかけちゃったんですよね。
から見てもらうと、ここにね思いっきりメディアが入り込んでます。すごいでしょ、ザラザラしてるね。マスキングしないとこんな感じになっちゃいます。今回たまたまここのピロがね錆びてて全交換になったから良かったものの、何も確認せずに作業するのもなかなか危ないね。もうそもそも最初の段階で打ち替える前提だったしな。メディアたっぷりメディアで、こっちはサビがすごい。ほら手で簡単に動いちゃうもん。それじゃあブッシュプレスで抜いていきます。あ、待って待って待って、やばい。おお、気づいてよかった。スナップリング入ってんじゃんこれ。おお、危ない。何も考えずにそのまま抜こうとしたけど、こっち側はリブがついてんのか。アームにリブが入ってるんだ。でこっちがスナップリングだから、スナップリング外してこっちから抜かなきゃダメですね。おお、気づいてよかった。今位置を決めててさ、なんかふーっと違和感感じたんですよね。これどうやって中心決めてるんだろうと思って、ただ打ち込んで適当に中心にはまってるだけとか思って、そんなわけないよなって考えた瞬間、スナップリングって頭によぎりました。ぼーっとしてた。危ねえ危ねえ危ねえ。よし、スナップリング抜けました。でこっちだからひっくり返してこっちから抜かなきゃダメだ。取れました。よかった、気づいてマジでアームぶっ壊すとこだった。よいしょ。これで次中間のやつも抜きましょう。無事ちゃんと取ることができました。こんな感じ。こっち側がスナップリング入ってる方で、裏側はリブがついてます。わかるかな。このリブに当たるまでピロボールが入る感じ。もう一本あるんで反対側もやっちゃいます。違う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 、スナップリングを外すんだってだから。よし。失敗した。ちゃんとやっぱ最初に図面見とくべきだった。こっちもピロボールでした。これここも打ち替えだ。すいませんね。割とね普段の作業こういう感じなんですよ。動画になってないだけで。これもここのゴムを剥がして、そしてここのブッシュに耳がついてるんで、この耳を切り落としますっていうふうにサービスマニュアルに書いてある。無事耳を落とすことができました。これグラインダーで削っちゃダメなのかな。グラインダーの方がうまくいきそうな気もするけど、でも力加減間違ったら、当てる角度間違ったらこっちアームをガリガリ削りすぎちゃうのか。手作業の方が安全なのかな。
グラインダーも悪くはない。ただすっげえ神経使う。削りすぎないように様子見ながらやるから、結果どっちも同じように耳は落とせたけど、手作業の方がいいかな。失敗するリスクが少ないからね。結構力加減間違うと一気にギューッと削っちゃうから、そこがすごく難しかったです。この耳削り落としたから、こうやって当て物をね下に受けることができるようになったんで、これで抜いていきましょう。取れました。ピロー向きがあるんですよね。削られてる方があるから、表裏間違えないように。よし、こうだな。そしてアームがアルミだから、まっすぐ押していかないとまずいんですよね。簡単にこう斜めに入っていっちゃうから、そこだけ注意して垂直で入れていかないとかじっちゃう。あ、ちょっと斜めってんな。こっち向きがいいか。お、ビシッと入りました。曲がってるとねダメなんですよ。アルミってほんとすぐ削っちゃうから、どれだけこうまっすぐ入れていけるか。鉄はね割とラフでも良かったりするんですけどね、スコンとはまったらあとは勝手にいってくれるから。そしたらスナップリング入れておきます。よいしょ。いい、1個終わり。次多分こっち向きがいいんだな。あれ、ここだったのか。そういうわけでもない。こうか。これプレス機がね中国製の安物だからね、直角平行が出てないんですよね。あ、これでいける。OK、かじりなし。かじると奥側までしっかり入らないですからね。ちゃんと奥まで入ってれば間違いないです。あとね切り子みたいなのが出てくる、斜めに入っていくと。そういうので判断ができます。はい、できました。2本目もできました。そしてこれを足回りに組むときは、ここにこういうカラー、これがこうついて、でボルトを通すような感じですね。こんな感じになります。これ純正のブッシュよりもちょっと厚みが薄くなってるから、そのためのカラーです。でこのカラーはどっか行っちゃったら困るから、足回り組み付ける時用にこうやってちょっと縛っておきます。こんな感じで、あとはここなんですよね。さっき外したここのブッシュ、
これなんですけど、これピロなんですよ。ピロで部品注文忘れてました。本当に頼むの忘れてた。サービスマニュアルにはここピローブッシュって書いてるんですよ。でちゃんとこれもほらピロになってんの。手で動くしね。ただ部品図パーツリストにはこれピロになってなくて普通のブッシュって書いてたんですよね。だから注文忘れてました。でこれ真ん中がピローブッシュで周りがゴムのブッシュ、それが一体になったやつなんですよね。見えるかな。こうやって軸をずらしてあげると、ここカバーがついてて、ほらこうやってカバーめくれるんですよ。でこの中を覗き込むとピロなんですよね。まあ手で動く時点で多分それなりにガタあるんだと思うんですけど、まあここまでやったらフルピロもありかなとかって思ってはいたんですけど、フルピロにするとさ、縁石引っ掛けたりとかさ、なんかちょっと強めの段差超えた時とかさ、アームに負担かかったりボディの方に負担かかったりとか、あんまり良くないかなと思って、街乗りする分にはねっていうのを考えて、これは純正これから注文かけます。多分この周りのゴムがね、何かしらのうまい役割をしてるんだと思うんですよね。こっち側はもともと純正でもピロのみだったからいいんですけど、こっちゴム入ってるやつだから純正のブッシュ注文かけます。届きました。1個1万2000円。高い。純正部品ほんと高い。やっぱりゴムが入ってないと街乗り大変だと思うからね、これは仕方ないですね。やっぱ違うわ。この真ん中のピロの動き、外したやつに比べてこの新しいやつ硬い、しっかりしてる。じゃあこれをここに打ち込んでいきましょう。2本とも打ち終わりました。次アッパーアーム、ここもピロなんですよ。これここもブッシュ打ち替えます。ダストカバー外して、よいしょ。ここも漏れなく錆が出てる。そもそもこれあれかな、ピロが弱いのかな、それともダストブーツの性能が低いのかな。どっちかわかんないね。どっちかわかんないけど錆びるんだね。スナップリングを外して、プレスで打ち抜いて、グリス掃除して、ベアリングを入れて、完璧。スナップリングをつけて、よし完成。続いて闘魂リンク。これもさっきのと同じでここにつばがついてるんで切り落とします。これは削った方が早いかな。びっくり。抜けました。でここはこれがこうつくと。
ここのタンメン、削って色入ってないからここ黒塗っておきます。削ってというか、もともとブッシュの耳がついてた部分で色入ってなかったんですよね。ピロボールの打ち替え終了。全部打ち替えが終わりました。はい。純正のピロボール、このゴムのブーツみたいなのがついてたんですけど、この社外品はこのままでいいそうです。メーカーにちゃんと確認を取りました。別にカバーとか何もしなくても耐久性に影響はないそうです。まあ、NMB のピロボールだから問題ないんですかね。多分大丈夫なんだと思います。で、一応雪国で使用するから塩害とかも平気ですかって確認したんですけど、ステンレスとアルミのカラーなので、錆も問題ないって言ってたんで、このままで平気なんだと思います。なんかちょっと気になるけどね、なんかやっぱ隙間にゴミとか入ってピロボールの寿命がって気もするけど、まあメーカーが大丈夫と言うんだから大丈夫なんでしょう。あ、そういえばね、インプレッサも足回り、タイロットとかね、こういうピロボール、社外のやつ組んでるんですけど、全然錆とかなかったから大丈夫なんだと思います。で、残るはゴムブッシュ。全部ついてるのはゴムです。これはピロとかじゃなくて間違いなくゴムブッシュ。で、30年経ってるから結構ひび割れてダメかなと思ってたけど、意外と状態良かった。ひび割れもなく、なんか、まだまだ使えそうな感じ。アッパーアームのブッシュも状態いいですね。で、今回はゴムブッシュ打ち替えせずにこのまま使っていきたいと思います。いや、部品代すごい高いの。さすがに全部打ち替えるとなるとね、あと15万ぐらいかかりそうだから、今回ちょっと経費かかりすぎちゃってるから、打ち替えせずこのままいきます。まだひび割れてないしね、使えそうな感じはするから、とりあえずこのまま組んでみる。で、走ってみて、やっぱなんかちょっと足回りだるい感じするなとかって思ったら、後々打ち替えやります。続いてサスペンション。見た感じ結構綺麗。乗せて全然走ってないんじゃないかなっていうぐらい綺麗だからこのまま組んじゃおうかなと思ったんですけど、一応不具合がないかだけ分解してチェックしていきます。ちなみに外した時からもうここゆるゆるでした。ロックナットが機能してなかった。なんかすごい中途半端な感じになってた。あとね、ヘルパースプリング、これ全然ヘルパーの意味をなしてない。完全に潰しきっちゃってる。なんか伸びストローク嫌いな人だったのかな。これだと足の伸びが全然ないですね。なんかちょっと砂かじったら嫌だな。ちょっとジャリジャリしてる。全長調整式、どこまで伸ばせばいいかな。一応ね、HKS のサスペンションなんで、メーカーのホームページチェックしたら、純正の高さからマイナス60ミリまでの調整範囲だったかな。だから結構ね、足伸ばしても純正より高くなることはないと思うんですよね。ただこれをどこまでこれ伸ばしていいんだろう。あんまり回すと外れるよね。外れるよね。外れたね。最低限このぐらいはネジの噛み込み欲しいな。これより下にはあまり下げたくない。この辺だな。テンダースプリングかな。いや、テンダーにしたらちょっと弱いか。ヘルパーかな。どっちかわかんない。そこまでテンション高くないからヘルパーな気がするけどな。手で縮められるしね。よし。で、こっちがメインのスプリング。よいしょ。バネレート書いてるかな。書いてる。
10キロ10キロのバネです。インプレッサよりはちょっと硬めだね。まあでもレバーレートかかるからそんなでもないか。アッパーマウントのピロはガタつきなし。全然使えそうな感じ。あと中についてるバンプストッパーも崩れてないし、オイル漏れもなし、ダストブーツも破れなし。大丈夫ですね、再使用。硬いけど減衰力結構高めなショックだね。でもちゃんと戻る。ガス式かな。ガス式、いやオイルだと思うけどな。かなり減衰高めです。でもこれこのまま使えるね。いけるね。軽く掃除したら大丈夫ですね。ネジ山に砂噛んだら嫌だからちょっときれいにしときます。走ってればどうせ砂まみれにはなるんですけどね。最初の段階で多分車高調整とかで結構いじることになると思うから、今のうちに。スプリングを入れて、そしてスペーサーカラーかな、スラストシートとも違うけどこれ入れて、でヘルパースプリングを入れて、どうしようかな。ゼロプリじゃさすがに緩いかな。ゼロプリはないか。半分ぐらい縮めといたらいいかな。とりあえずどのぐらい伸びストロークを確保すればいいかは分かんないんで、まあざっくりと半分縮めておきます。よし、とりあえず仮締め、車に乗せてからここ本締めします。反対側もピロボール OK、 中のバンプラバー OK、 オイル漏れなし。これ再使用できますね。すっげえ状態いい。多少ケースとかには錆出てるけどね、多分これは放置されてたから錆びてるんであって、全然使われてないんだと思います。これで全ての部品の下準備が終了。あとは車に組んでいくだけです。まずはアッパーアーム。ボルトは内側から外側に向かって、続いてロアアーム。続いて闘魂リンク。サスペンション。よっ。そしてドライブシャフトのここのスプライン、かじったりしないようにスレッドコンパウンドを塗っておきます。そしてナックルを挿入。よし。そしてスタビリンク。これもスーパーナウのスタビリンク、ピロボールのやつです。純正よりも耐久性がすごく高いそうです。純正のスタビリンクはこんな状態でした。もう結構ガタガタ、指で簡単に動いちゃうぐらい。多分これで乗ってたらイオンが鳴ってたんじゃないかな。コト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 。ほら、こんな状態でした。でこれがサスペンションのここと友締めになるんで、これ組んでいきます。
ーつけて、よいしょ。ブレーキキャリパーもつけます。よっ。そしてブレーキパッド、グリスを塗り塗り、シムを乗っけて角っこにもちょびっとグリス。ブレーキホースは APP 社外品です。純正のホースの方が良かったんですけど、こっちの方が安かったんですよまさかの純正の方が高いというね。純正の方がさ、ゴムの劣化具合とかが目で見てわかるから街乗りしかしないし、そっちの方がいいなと思ったんですけど、まあね、でも値段が全然違ったんで、この車外のホースってメッシュになってるけど、このホースの中はゴムホースなんですよね。だから劣化はしてくるんですけど、それが目で見てわからない。だから交換時期がね、ちょっと難しいです。でも安さには勝てなかった。ワッシャー入れて、ハブナット、よいしょ。よいしょ。勝て。で、カシメは今回やらないです。とりあえず仮締め。忘れないように黄色いテープ。はい、これで左側の足回り終了。黄色いテープはね、全部仮締めの印です。本締めしてないやつ。アライメントも取り直さなきゃいけないし、あと、一時状態で、荷重かかった状態で増し締めというか本締めしなきゃいけないゴムブッシュとかがアームについてるので、これ後でちゃんと締め直します。ボディにいろいろ部品組まないとちゃんと足回りに荷重かからないんでね、今やっても全然無意味になっちゃうから、忘れないように黄色いテープでマーキングしてあります。今回本締めしてあるのね、ブレーキだけですね。ブレーキの固定ボルトだけちゃんと締めてマーキングしてあります。それ以外は全部仮締め。あとハブナットもそうですね。とりあえず車を下ろして手押しとかで敷地内動かしてる間に多分ベアリング少し馴染むと思うんで、それを見越して、とりあえずトルクでちゃんと締めたけど、後でもう一回締め直して、そこでカシメ入れたいと思います。次、反対側組み立てやっていきます。さっき後ろ上の方から撮影だったから、今度違うアングルで、このアングルで撮影していきます。作業内容同じになっちゃうから、テンポよく組み立てやっていきます。アッパーアーム、ロアアーム、テンションロッド、サスペンション、スレッドコンパウンドを塗り塗り、ナックル、闘魂リンク、ブレーキローター、ブレーキキャリパー、
ブレーキホース、そしてハブナット、よいしょ。足回りの組み立て完成です。やっとタイヤがついた。転がし用のタイヤだからちょっとホイール汚いんですけど、後々これは交換予定です。とりあえず仮付け。ホイールの隙間から見えるキャリパー。青くて綺麗なのがチラッと見えるのかっこいいですね。で、ブレーキローターはね、これ塗料ついちゃってるんですけど、これ後でシンナーで拭き落とす予定です。とりあえず錆びるからこのままですね。そして、ホイールハウスの中も黒くて綺麗。黒すぎてむしろカメラに映らないというね。でもめちゃくちゃ引き締まって見えます。下側から覗き込むとこんな感じです。こないだオーバーホールしたデフ、そして綺麗に塗装したメンバー。ピカピカのロアアーム。車の年式を感じさせないほど綺麗な足回り。いいですね。はい。ということで今回は FD の足回りの組み立てだったんですけど、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、今回リアを組んだので、次回の動画はフロントの足回りの組み立てです。フロントさえ組んでしまえば、車を地面に下ろすことができるので、そしたら車手押しで自由に動かせるしね。あと車高の具合とかもチェックできるし、エアロ組んで外装の雰囲気とかも見れるし、そんな感じで次回はフロントの足回りを組んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。